おはようございます。スネドラです。今日はロープウェイで大龍寺に上がろうと思ってたんですが、始発が朝8時からしかないということで、ご主人に相談したところ、大龍寺の駐車場まで送ってもらえることになりました。いや、本当に助かりました。ありがとうございます。大龍寺の駐車場からお寺までは30分ぐらい登らないといけません。前回は大龍寺参拝した後この道を降りてきたんですが、下りだったので、そんな時間かかんなかったんですよね。なのでお寺から駐車場がすぐ近くにあるっていう風に勘違いしてたんですが、実は結構遠くだったみたいです。大龍寺まで残り1キロ、まあまあ急な登りをひたすら登っていきます。昨晩はホタルの宿っていうとこ泊まったんですけど、オーナーご夫妻がすごく優しい人で、すごく建物はね、正直ちょっと古いので、設備としてはいまいちなところもありますが、宿としてはね、遍路宿としては相当評価の高いところじゃないかと思います。2食付きに昼飯のおにぎりのお接待がついて、洗濯は全部無料で、6500円税込みですね。これね、なかなかお得だと思います。もし大龍寺あたりで区切る人がいれば候補に入れてみたらいいお宿なんじゃないかなと、そんな感じしますね。前方には昨日同宿だった車遍路の女性の方たちが歩いてます。今日は大龍寺を打ったらこのまま帰るということでね、すごい急いでるみたいです。残り400メートルです。大龍寺の山門に到着しました。参拝は昨日済ませてるので、山門はくぐらずに横の迂回路っていうのかな、ロープウェイ乗り場の方に直接向かいます。ロープウェイ乗り場に到着です。ただいま7時半です。ロープウェイで上がってくることを考えると1時間ぐらい短縮できました。いやー、送ってもらえてほんとラッキーでした。今日は11時頃から雨が降る予報なので、急いで写真ヶ岳に向かいます。1巡目の時は四国の道コースで下ってしまったので、こっちの方歩いてないんですよね。しばらく歩いてから写真ヶ岳を見てないことに気づいて、今回こっち歩いてるんですが、とても趣のあるいい雰囲気の道です。南無大師返上金剛を唱えながら歩けと書いてあるので、南無大師返上金剛と言いながら歩いていきます。こっちのルートは遍路道沿いに、88箇所の石像が順番に立ってるんですよね。それで、奥の院、写真ヶ岳に到着したところがちょうど88番大久保寺の石像になってます。はい、写真ヶ岳に到着しました。大龍寺に来たら必ず写真ヶ岳を見ようと、前回も思ってたんですが、ルート間違えてね、通れず、今回初めて、写真ヶ岳に来ることができました。ここまで来たら何としてでもお大師様のところまで登って、ツーショットを撮りたいところですが、思ったよりも、道が険しいです。鎖場もあるんですが、足のかけるところがなくて、これ思ったよりも危険かもしれません。もうなんとか頑張って、登りきってついにお大師様のところまで上がってきました。いや、素晴らしい景色です。写真ヶ岳は若き日のお大師様が100日間修行したと言われる聖地ですが、見事国蔵愚問寺法を習得し、無限の記憶力と見聞きしたものを決して忘れなくなるという素晴らしい力を手に入れたんだそうです。いや、もう何でもすぐ忘れちゃう私からすると、もう本当に羨ましいことです。下山のルートは昔ながらの遍路道を味わえると言われている岩屋道を通って降りることにしました。冬季は午後3時以降は通らないように自粛しろと書いてあるので、結構ハードな道なのかもしれません。さっきの注意喚起の看板があるところで、下の集落まで残り5キロ、約2時間かかるって書いてありました。気をつけて降りていきましょう。また看板が出てきました。今度は午後2時以降が自粛です。
しかも5キロがなんと3時間に増えてます。どんどん緊張感を高めてくれます。今日はあと何時間かしたら雨が降ってくる予定なので、なるべく急いで降りたいところですが、なんか緊張感も高めてくれるし、昨日膝も痛めちゃったしね、急ぎつつ慎重に降りていきます。この岩屋道は、比較的最近整備された昔ながらの歩き遍路道だそうなんですが、復活したというだけあってね、すごく気持ちがいい道です。険しくもないけど荒れてもいない、荒れてないというか荒れてんだけど、ある程度きちんと整備された荒れ方というか、歩いてて怖いっていうような印象を持つような道じゃないですけどね、雰囲気がすごくあります。これはね、気持ちいいですね。歩き遍路の醍醐味っていう感じですよ。とても気持ちのいい歩き遍路道です。いや、こういうところがずっと続くんだったらいくらでもね、歩けそうな気がします。心がどんどんデトックスされるような感じで、やっぱ歩き遍路してよかったなと思う一瞬ですよね。大きな岩が細い木一本で支えられてます。台風とか来たらこの岩転がってきそうですよね。昔ながらの遍路道というだけあって平坦なところばっかりじゃなくて、ところどころロープが張ってあったり、慎重に歩かないといけないところもあります。ただ危険というほどではないんでね、慎重に歩けば大丈夫です。ここは左に落ちたらやばそうなところなので、ロープを使って慎重に渡っていきましょう。下の集落まで残り 1.8 キロです。雨が降る前に下の集落までは降りたいので、ここでペースを上げようと思ったんですが、途中から下りがきつくなってきます。これぐらいの斜度になると、昨日痛めた膝がまた痛んできてね、全然速度が上がりません。というかもうほとんどカニ歩き状態で降りてます。膝の痛みが昨日よりもさらに増してるような気がします。鶴林寺も大龍寺もどっちの下りも1巡目の時はそんなきついっていう印象なかったんですが、特に大龍寺の下りはあっちの四国の道コースで行ったんでね、全然印象が違います。道自体はとっても気持ちいいんですが、ついに雨がポツポツと降ってきちゃいました。遍路道沿いになんだろうこれ、湧き水なんですかね、ブクブクいってます。ついに雨が降ってきちゃいました。予定では11時頃だったんですが、まだ9時なんですけどね、ずいぶん早く降ってきちゃいました。仕方ないんでポンと来てます。昨日鶴林寺の下りで膝やられて、膝かばいながら歩いてたんですけど、この、大龍寺の下りも結構な斜度でかなりきついです。しかも雨も降ってきちゃってるしペースも遅いので、今日は意地でも薬王寺に行こうと思ってたんだけど、ちょっと無理そうですね。どこまで歩いて終わりにするかちょっと考えて、歩こうと思います。平等寺まで残り5キロの看板が出てきました。5キロなんて普段だったらなんてことない距離なんですけどね、今日は膝が痛くて雨降ってきてテンションも下がってるので5キロが随分遠くに感じます。汗びの集落まで降りてきました。ずーっと休憩するとこなくて困ってたんですが、ここに遍路小屋があるので雨宿りさせてもらいつつ、今日接待でいただいて昼ご飯を半分ぐらい食べちゃおうと思います。またしても写真撮るの忘れて、すでにおにぎり1個食べた後なんですが、こんな感じの、お昼ご飯をお接待で頂戴しました。雨がね降ってきます。大根峠どうしようかなと思ったんだけど、迂回すると結構距離があるみたいなんで、このまま大根峠越えようと思います。で、平等寺打ってその後どっか駅まで行って今日終わりにしようかなと思います。当初日渡の宿取ってたんだけど、そこをキャンセルして、徳島のどっかビジネスホテル取ろうかなと思ってます。それでは頑張って大根峠に向かいます。1巡目の時は大根峠の存在すら知らなくて、
鶴林寺大龍寺って越えてからの大根峠ということで、精神的にも肉体的にもダメージがすごく大きかった峠です。今回は雨の中膝をかばいながらゆっくり登ることにします。10月とはいえ登りはとっても暑くなるので、ポンチョ着てると暑いんですよね。他のお遍路さんはポンチョ脱いだりしてたんですけど、まだ雨まあまあ降ってますけど大丈夫なんでしょうか。大根峠の頂上に到着しました。この看板懐かしいです。落ち葉が積もってふわふわしてる遍路道は膝にも負担がなくてとても歩きやすいです。この雨の中大根峠越えるのちょっと正直憂鬱だったんですけど、思ったよりも雨が強くならなくて助かりました。大根峠のピークも越えて、今順調に下ってるんですが、下りも最初はちょっときつかったけど後半は緩くなっててね、多分もうすぐ遍路小屋が出てくるんじゃないかと思うんですよ。あそこ前来た時蜂が巣を作ってて中に入れなくってね、なかなかおしゃれな遍路小屋だったんですが、今回入れそうな映像を出してる方がいたので、入れるようだったらちょっとあそこでね休憩していこうと思います。雨が小降りのうちになんとか大根峠を越えることができそうです。いやー、これは不幸中の幸いですね。助かりました。350メートル先に休憩所があるようです。これ例の休憩所ですね。雨降ってる時って本当に休憩する場所がないので、遍路小屋がとってもありがたいです。いや、ちょうどいい場所にありました。遍路小屋第47号大根です。前回は入れませんでしたけど、今回は入れるようなのでね、ここで雨宿りしつつ、また休憩をさせてもらいましょう。とても立派な遍路小屋でした。維持管理してくれてる皆様に本当に感謝ですね。ありがとうございます。お遍路さん、お水をご自由にお飲みください。こういう接待もあるんですね。本当にありがとうございます。はい、大根峠も越えて、これからはしばらく平坦な道が続きます。雨もこんな感じでほとんど止んでます。これからまた降るんだろうけど、私結構雨運良くてですね、この間の翔さんちも結局、チェックインするまで降らなかったし、1巡目の時も雨の日少なかったんですよね。多分ね、全体の1割か2割ぐらい。ついに平等寺が見えてきました。やっと到着です。22番札所平等寺です。平等寺といえばオンライン祈願システムとかリモート講座とか、YouTube で24時間ライブ配信するとか、今風の取り組みに積極的なお寺です。前回平等寺参拝した時に、天井が見るの忘れちゃったので、今回はしっかり見てみようと思います。まずは本堂を参拝します。これが本堂の天井画ですね。すごいですよね。前回は全然気づきませんでしたが、素晴らしい天井画です。続いて大師堂を参拝します。こっちにも天井画があるんですよ。いや、今回はね、両方ともきちんと見られました。井戸は見るの忘れちゃったんでね、それは3巡目に残しておきます。今日はお祭りか何かがあるのか花火が上がってました。平等寺のすぐ横には民宿のサザンカさんがあるんですが、実はこのチャンネル見てくれてる視聴者の小池さんという方が、今朝までここにいたはずなんですよ。いつもコメントくれるのでお礼をお伝えしたいななんて思ってたんですが、全然追いつきそうにありませんでした。これはね、ちょっと残念です。はい、平等寺参拝が終わったので薬王寺の方に向かいます。雨雲レーダー見たら10分後ぐらいから1時間ぐらい雨が止むっぽい、雨雲だったので、一か八かちょっとねポンチョ脱いでみました。吉と出るか京と出るかですね。出ます。今ね12時11分、どこまで行けるかちょっと頑張っています。薬王寺まではいろんなルートがあるので、標識に、記載されている距離も、結構バラバラなんですよね。
私も1巡目の時は結構惑わされましたけど、惑わされないようにみんな気をつけてください。乗ってきました。マラソンでいうとランナーズハイみたいな状態に今なってます。雨はまだちょっと降ってんだけど、ポンチョも脱いだでしょ。でアップダウンがないんで膝が痛くないんですよ。で今そこでなんだっけ、ホタルの里、昨日のお宿でお接待でいただいた昼飯も平等地で食べて、今体調がねすこぶるいいんですよね。この分だとなんか薬王寺行けちゃうんじゃないかぐらいのね、そんなような気持ちでいます。多分あと 1,2 時間するとダメになっちゃうんだと思うんですけど、調子がいいうちにちょっと1キロでも多く稼ごうと思います。調子に乗ってランナーズハイとか言ってますが、本当にそんなんで大丈夫なんでしょうか。ランナーズハイになってからまだ15分ぐらいしか経ってないんですけど、ちょっと予想外に雨が降ってきました。ポンチョ着直したんですけど、かなり短時間でランナーズハイは終わってしまいました。こうなるときついですね。根性で行くところまで行ってみます。雨雲レーダーを見たら今日はもう雨止みそうになくて、さらに雨強くなっていく方向に触れそうなので、もう諦めてポンチョ着て歩いてきます。ここを左に曲がると平等寺の奥の院、月夜お水大師があるんですよね。あそこに見えます。あっちにも行きたかったんですが、もう時間が心配なので今回は寄らずにまっすぐ行きます。今日は10月の3連休の真ん中なんですけど、歩きを遍路してる人と全然出会わないです。雨が降ってるからでしょうか。だんだんと雨が強くなってきました。もうこうなるとテンション下がりますね。こんな感じです。遍路地図通りに歩くと途中で山道っぽいところを歩くことになります。山道っぽいって言っても山道じゃないので特に苦労することはないんですが、ここですね、ここをまっすぐ行かないで左のこの竹林の方に入っていきます。数分歩くと国道55号に出るので、ここを右に曲がってひたすら歩いていきます。ここはいきなり車道に出る感じになるので、車にひかれないように注意して出るようにしましょう。金内トンネルに入っていきます。ここのトンネルは歩道と車道がきちんと分かれててガードレールもあるのですごく歩きやすいんですが、車が走らなくなってしばらくするとライトがだいぶ落ちちゃうので暗くなります。ちょっと怖いですね。はい、休憩所が出てきました。遍路小屋第4号金内です。いや、こういう雨の中の遍路小屋相変わらず助かりますよね。ちょっと休憩しましょう。雨が降ってると歩くのがちょっと億劫になりますが、休んでても仕方ないので、歩き出しましょう。ここのトンネルは、歩行者自転車の方用のボタンがあります。押すと何が起こるんでしょうか。向こう側に何か表示でも出るんですかね。トンネルを越えて少し行ったところを右に曲がります。前回はここまっすぐ行っちゃってね、道間違いしちゃったところです。左前方に自転車が1台止まってます。自転車お遍路さんでしょうか。この間ここ入るのを忘れちゃってね、あれまっすぐ行っちゃったんですよね。その後向笠さんから指摘もらったんですけど、いやー今回はね見逃さずに入れたんですけど、今さっき言った自転車お遍路さんこっち通ったんですが、この雨で自転車のブレーキが効かないっていうんでですね、すごい困ってましたね。そうですよね、結構危ないからね。なんか最後の方押してましたけど大変そうでした。やっぱ雨のお遍路は大変ですね。薬王寺まで残り14キロです。思ったより進んでないですね。ここの分岐遍路道は左の方に行くんですが、右側の奥に小学校が見えるじゃないですか。あれ前回道間違いして歩いた時に寄った小学校ですね。トイレとかがあってとても助かりました。前回はここの斜め右に入る土佐街道を歩いて、海谷峠を抜けて雪の方に進みましたが、
今回は雨が降ってるんでやめました。まっすぐ行って雪坂峠ルートで、向こうに行こうと思います。南町に入ります。今雨が降水量5ミリぐらいの勢いで降ってます。結構本降りです。歩き遍路してるとトンネルってあんまりいいもんじゃないんですが、雨の日に限っては本当に助かります。はい、また休憩所出てきました。雪坂休憩所ですね。ここでも休ませてもらいます。もうカメラとかびしょびしょでね、休憩するたんびにいろいろとメンテナンスしていきます。鯛の浜まで残り 1.2 キロです。どこの駅で今日終わりにしようか考えてたんですが、最初雪駅で終わりにしようと思ったんですけど、電車のタイミングが合わないんですよね。1時間に1本ぐらいしかなくて、仕方がないのでもう1個先の駅まで歩くことにしました。民宿名山荘さんです。ここも歩きお遍路さんたくさん泊まりそうですね。場所が最高です。土佐街道を通って海谷峠を抜けると、ここの右の道から出てくるんですよね。前回ここから出てきた記憶があります。距離的にはショートカットになるんですが、山道が結構ハードなので、時間は少し、私が歩いてきたところよりも、多めにかかるようです。左に見えるのが鯛の浜駅です。シーズンじゃないと電車止まんないみたいですね。カニ横断注意の看板です。前回も驚きましたよね。珍しい看板です。鯛の浜の休憩所が見えてきました。やっとここまで来ました。いやー、今日は雨の中歩いてきてね、大変でした。とりあえずここの休憩所を目標に歩いてきたんですが、やっとなんとか到着することができました。ここの景色素晴らしいんですけどね、今日は雨でいまいちです。はい、やっと鯛の浜の休憩所に着きました。いやー、大変だったわ。ここね、すごい景色いいんですよ。こんな景色です。すごいでしょ。いやー、疲れた。大変だったですよ。今日は雨でね、後半はもう黙々と歩いてました。残念ですが、薬王寺まではちょっと行けそうにないですね。ただいま15時42分。この先のキキっていう駅に1時間後に電車が来るんで、それに乗ってね、徳島に戻ろうと思います。ここからキキの駅まではゆっくり歩いて40分ぐらいだろうから、タイミング的にちょうどよく電車に乗れそうです。あの建物はトイレなんですが、トイレの他にシャワールームもついてるんですよね。野宿遍路さんなんかはかなりいいスポットなのかもしれません。あと 1.5 キロぐらい行くとキキっていう駅に着くので、今日の旅はそこで終わりにします。今日は長い一日でした。思えばバスが1時間遅れたところから全部予定が狂っちゃって、結局鴨道も行けなかったですけどね。ただいい方にとって、鴨道行けなかったってことは3巡目の歩き遍路をする理由ができたというふうに捉えてね、これは結果オーライということで考えようと思います。薬王寺まで残り 11.3 キロです。これ途中調子よくても結果としては、薬王寺までは行けそうにありませんでしたね。通常の遍路道だとここを左に曲がるんですが、今回キキ駅で終わりにするので曲がらずにまっすぐ進みます。今回は残念ながら雨の歩き遍路になっちゃったけど、8月から通算で7日、歩き遍路して、そのうちの1日だけが雨だったって考えればね、まあまあ天候には恵まれた方だというように考えないといけないんでしょうね。キキ駅に到着です。人が誰もいないし、電車が来るまであと15分ぐらいありそうなので、濡れた服をここで着替えちゃうことにしました。今日は最終日の夜なので徳島でパーッと酒飲もうと思ったんですけど、調子があんまり良くなくてね、駅にあるやっぱりステーキでなぜかステーキを食って終わりにします。ホテルはまたしてもアパホテルです。もうここしか泊まった記憶が最近ないですね。
今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。今回で、2回目の歩き遍路は終了になります。これからもチャンス見つけてちょこちょこ歩きますので、まだまだお付き合いください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。